皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。前回の動画を撮影してから1週間が経ったところです。時は5月最後の日と6月最初の日の2日間です。撮影を行った2日間は2日とも共に曇り空でした。しかし重たい雲がかかっていたのではなくて薄曇りで、そのため薄日が差していました。撮影を行った時の気温は養蜂場そばの日陰に置いてある温度計によると、1日目は23度、2日目は18度でした。1日目は1日の中で一番暖かい昼過ぎの撮影でした。その一方で2日目の撮影はまだ暖かくなる前の午前中の撮影でした。北国の季節が進んで養蜂場周辺の山の緑がご覧のように濃さを増してきています。今の時期のミツバチのコロニーでは個体数の増加に勢いがつき始めています。女王蜂が精力的に産卵しているために働き蜂が順調に増えています。前回の動画では女王蜂の産卵の様子を詳しくお伝えしました。それに対して今回は働き蜂が羽化して、その直後に巣房の蓋を破って巣房の外に出てくる様子、つまり働き蜂の出房の様子を動画に収めることができました。そこでその場面を紹介することを軸にしながら、今回のお話を進めたいと思います。どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。それでは早速働き蜂の出房の様子を見てみることにしましょう。この場面では2頭の働き蜂がほぼ同時に出房しようとしています。羽化した蜂が出房しやすいようにするために、他の先輩の働き蜂が巣房の蓋を噛んであげたようです。巣房から出ようとしている蜂の上に数頭の蜂たちが覆いかぶさってしまいました。なかなか出てきません。羽化した蜂が巣房から出てくるのは、結構大変な仕事のようです。他の蜂たちが私たちの視界を妨げるので、出房しようとしている蜂がどこにいるのかちょっとわからなくなってしまいました。今、燻煙機を使って煙をかけたところです。蜂たちが散ったのはそのためです。上にかぶさっていた蜂たちが散ったので、また出房しようとしている蜂の姿が見えてきましたが、先ほどからあまり進んでいないようです。煙をかけるのをやめたので、蜂たちがまた寄ってきました。手前の方の個体はどうやら頭部を出すことに成功したようです。それに対して向こう側の個体はまだ頭も外に出ていません。手前の個体は胸部も出てきました。前足が巣房の外に出てきたので、それを支えにして出房の速度が上がったようです。どうやら出房しようとしている後輩に口伝えで蜜を与えている先輩の蜂がいるようです。ミツバチ同士が巣の中で口から口へと蜜を受け渡しするのは、よく見られる場面です。例えば花から蜜を集めてきた外勤蜂が内勤蜂に自分が集めてきた蜜を渡す時にもやはり口から口へと蜜が受け渡しされます。あるいは逆に外勤蜂がこれから餌を集めに出かける時に
お弁当として内勤胞から蜜をもらう時にも、やはり口から口へと蜜が受け渡しされます。こういう形で行われる蜜の受け渡しは、食料を巣の中で流通させる上で重要な役割を果たしていることはもちろんですけれども、さらにそれにとどまらずに、コロニーの一体性を維持する上でも重要な役割を果たしているようです。例えば女王蜂が分泌する女王物質が、このような餌のやり取りを通じて巣の中に広く行き渡るようになっているようです。この場面が始まってから3分30秒経ったところで、ようやく1頭の蜂が無事に出巣することができました。出巣したばかりの蜂は動作がまだぎこちないです。そして色も他の蜂と比べると少し白っぽくなっています。働き蜂は卵の期間が3日間、幼虫の期間が6日間、そしてさなぎの期間が12日間ですから、羽化するまで卵が産みつけられてから合計21日間必要です。ですから先ほど私たちが羽化したのを見た個体、その卵が産みつけられたのは5月10日頃ということになります。それは西方羽毒のシリーズで言いますと、アポイ岳の映像を紹介した51回目の撮影をやっていた頃になります。今羽化した個体はこれから30日間から40日間の間、つまり寿命が尽きるまでさまざまな仕事を行うことになります。最初の20日間は内勤胞として巣の清掃や育児、そして門番などの仕事を行います。そして20日目以降は主に外勤胞として餌集めに注力するようになります。ところで先ほどわずか3分30秒ほどの出巣の映像でしたけれども、割と長回しのコマを皆さんに見ていただきました。蜂の出巣以外にすでにお気づきの方もおられたかと思うんですけれども、私などは意外と周囲の蜂たちは何もしないでダラダラしている時間が多いなという印象を受けました。働き蜂というと勤勉な働き者というイメージを持っておられる方は多いと思いますし、世間でもそのようなイメージが定着しているのだと思うのですけれども、実際に巣箱の中を覗いてみると、今見ている場面もそうなのですが、意外と何もしていないで休んでいる蜂が多いというのも事実のようです。これは私一人が勝手に言っていることではなくて、マルティン・リンダウアーであるとか坂上正一といったミツバチの行動を長時間観察し続けたその道の権威がおっしゃっておられることです。このお二方は20世紀に活躍した昆虫学者です。2人ともすでに他界されています。リンダウアーは2匹の働き蜂の行動を長期間にわたって観察し続け、その結果働き蜂が働いた時間は全時間の 25% に過ぎなかったと述べています。全時間の 25% ということだと、1週間では42時間ということになります。週休2日で1日8時間労働だと40時間ですから、ミツバチの労働は週休2日制よりもちょっと多いということになります。これを多いと見るか少ないと見るかは人によって見方が分かれるところでしょうけれども、休みなく勤勉に働いているというイメージからは距離があると思います。ミツバチは適度に休みながら働いているというのが実像に近いと思います。最後にこの時期の蜜源植物について少し触れておきましょう。タンポポの季節はとうに終わってしまいました。しかし次の主な蜜源植物であるクローバーの開花はまだ始まっていません。今は
蜜源植物の葉坂液なのです。これは前回から変わっていません。はい、今回は羽化した働きバチが出没した時の映像を中心にしながら動画を作成しました。いかがでしたでしょうか。でなお、登録高評価で応援していただけると大変に励みになりますので、よろしかったらお願いいたします。今回はここで失礼させていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。